こんにちは。お元気ですか？もう11月も半ばになってまいりました。まだ寒くはないですけども、ちょっと肌寒かったりすることはあったりしますよね。今日ね、こう座っていろいろパソコンとかいじってたらね、こう足首の部分が寒くなってきちゃって、足首っていうかね、靴下とズボンの間に座るとちょっとズボンが上に上がって隙間ができるじゃないですか。そこが寒いんで、寒いなと思って、ごそごそとねレッグウォーマーを出してきて、今日ね数ヶ月ぶりにレッグウォーマーを履きました。でね、こう座ってたらね、こう膝掛けも欲しくなってきたんでね、膝掛けもこうごそごそと出してきて、こう膝掛けもね、もう今日から使うようになってます。膝掛けっていうかね、私の場合はウエストに巻きつけることができるタイプの膝掛けなので、もういつもねこう巻きスカートみたいに年がら年中こう巻いてて、座ってない時もね、キッチンとかに立ってる時もずっとあったかいからね、こうやって巻いてます。もうね膝掛けはね、もう立ったり座ったりの時こうかけたり取ったりがめんどくさいんでね、もうとにかくこのタイプしか使わなくなっちゃいましたね。普通の膝掛け全然使ってないんで、そのうちね自分でホックとかねボタンとかをつけて巻けるようにして使おうかななんて思ったりとかしてます。このレッグウォーマーはね、もうね16、17年ぐらい使ってるんですよ。気がついたらそんなに経ってて自分でもびっくりなんですけども、多分ね私が29とか30歳ぐらいの時に買ったやつだと思うんですよね。っていうのも、その頃ねランニングするのが習慣だった時があって、その時買ったランニング用のこのニューバランスのレッグウォーマーなんですよね。そうそう。だから真冬にねランニングする時それ使ってたやつなんだけど、なんか使い勝手が良くてね、もうランニングなんかもうずっともう2、3年でやめちゃったんだけど、このレッグウォーマーだけはずっと使い続けてますね。もうねニューバランスの NB っていうロゴが剥がれちゃってる、もうだいぶもう16、7年経ってるんですけども、あのちょうど使いやすくてね、裏側がフリース生地みたいになってて、外側は結構つるんとしてるんですけれども、ぴったりしすぎてないのもね使いやすくて、で上側がねこうキュッと絞れるタイプになってて、この伸ばして膝下まで伸ばして使うこともできたりとかしてね、本当に家で使うのにすごく使いやすくて、もう一個欲しいくらいですね。そんな感じで徐々にね寒くなってきたなって思いました。最近はですね、本当にもともと引きこもりだったのがもう完璧な引きこもりになってきてるんですよね。スーパーに行くのも億劫で、前回の動画でもちょっと言いましたけれども、今月からねもうスポーツジム退会しちゃったんで、ジムにも行ってないんですよ。だからもう人間と話す機会が全然なくてね、本当にスーパーとかコンビニとかでね、エディでお願いしますっていうセリフしかこの1週間の間言ってないとかね、そういうレベルですね。ただね最近気づいちゃったんですけど、それすらもね最近言わなくてもよくなってきちゃってるなって思ったんですよね。あのね私の家から一番近いコンビニってセブンイレブンなんですけど、そこでねこの辺に引っ越してきた頃はね普通にエディでお願いしますって言ってレジやってたんですけど、あれと気づいたらね、ここ1年とかそれくらいかな、それすら必要なくなってたんですよね。レジでねタッチパネルで支払い方法っていうところで、まず電子マネーっていうところだったかなをクリックじゃなくて押して、そうするとその電子マネー使える種類がいくつかバーって出てくるんで、その中でエディを選んで、でもう自分でもうその機械でお金入れてお釣りもらってみたいな感じで終わっちゃうので、店員さんにね一言も喋らなくてもレジができるようになっちゃったんですよね。
だからね、これからはね、ほんと完全にこの1週間とかね、何も喋んなかったな今週みたいなね、完全なる無言の状態になってしまいました。まあもちろんね、他のスーパーではちょこっと喋る機会があったりとかしたんですけれども、それでもね、こっちに引っ越してきて3年半、もっとか4年弱ぐらい経ちますけれども、あのーそのスーパーよく行くスーパーでもね、クレジットカードとかは今まで店員さんに手渡しして、店員さんがそのカードリーダーみたいのに入れてやってくれてたのが、そのクレジットカードもね全部セルフレジでできるようになっちゃったとかね、ちょっとずつそういうのが変わってきてるんで、あのますますね、本当人間と対峙する機会がねなくなっちゃいましたね。まあこれも時代だなぁなんて思ったりしました。はい。そうそう、たまにはね、このなんかニュースネタみたいのもちょっと言ってみたかったんですけども、まあニュースってほどじゃないんですけどね、まあ今日ね、いろいろ、ネットの記事とかいろいろ読んでた時にね、朝日新聞じゃねえや、毎日新聞のネット記事でね、なんかね、英語能力ランキングが日本は過去最低の92位になったっていう記事を見たんですよね。それをパッと見出しのそれを見て、と思って、過去最低とか思って、ってことは下がり続けてるのかと思ってね、ついね読んじゃったんですよね。で、その英語能力ランキングっていうのは、英語を母国語としない116の国地域における英語能力指数っていうのがあって、それの2024年、今年ですね、その日本のランキングが116分の、92位だったっていうことで、かなり下の下ですよね。笑っちゃうぐらいで、さらに前年度は87位だったみたいなんですよね。だから、さらにこう下がってきちゃってるみたいなんですね。で、なんか他の記事もちょっと検索してみたんですけど、もう2011年からね永遠に下がり続けてるらしいんですよ。ずっと下がってるらしくて、だから日本人の英語力っていうのは、もともと低いは低いですけども、ここ十数年とかね、もう何年下がり続けてるのか知らんけど、とにかくさらに下がってるんだなっていうのがこのランキングでわかるっていうことでした。もちろんね、そのランキングのそのテストを受ける人の層がどんな感じのが受けるんだとかね、そういう議論はあるでしょうけど、ただそれでもこの同じ指数がね年々下がってきてるっていうことは、やっぱり全体的に英語力上がってるどころか下がってないんだなって思いました。でね、なんでこの記事に私が目が止まっちゃったかっていうと、あの日本人の英語力ってちょっとは上がってるんだろうなってなんとなく思ってたんですよ。っていうのは、学校教育の変化ですよね、英語の。ほら、だって私たちが、私今47歳ですけど、私たちの世代が小中高校生だった頃の英語よりも、今ってさ、例えば小学生ぐらいから英語をちょっとずつ習い始めたりしてるとかいうのがあるじゃないですか。で、私の時代はまだ小学生の時は英語は全く習ってませんでした。中学校が英語のスタート。ただ確かね、小学校5年生かな4年生かな、ローマ字読みっていうのをちょっと習ったことはあります。もちろん授業に含まれてるわけじゃなくて、国語の授業か、もしくは何かの特別授業みたいな感じでローマ字を習うっていう授業があったので、だからローマ字読みですよ。だから普通にローマ字の HE をへって読むとかさ、
ね、そういうローマ字も読めないとちょっと困るじゃないですか。英語の単語とは別にこの日本語のローマ字記載のローマ字読みってやつですね。そういうのは習うのはあって、そこでこの ABC とかそういう単語ぐらいは単語っていうのかな、アルファベットか、アルファベットぐらいはもう認識して、普通にローマ字ぐらいは読めるようになってましたけれども、英語っていうのは本当に中学1年生からまっさらなスタートっていう感じでしたね。多分今は小学生の授業からちょっとずつ英語って入ってきてるとかじゃないですかね。そうそう。あと中高とかでも確かね、なんかの教科2教科ぐらいの時間を少し昔よりもね削って、その分英語の授業の割合を少し増やしてるっていうのをね、なんかで昔聞いたことがありますね。だから英語の授業の割合がちょっともう時間的にも増えてるっていうことですよね。で、なんか私がイメージ的に多分昔の私たちよりも今の子たちの方が英語の力上がってんだろうなって思うのは、普通に外人の先生とかがさ、なんかアシスタントティーチャー的な感じでなんか結構普通に入ってたりするみたいじゃないですか、最近って。普通に私立っていうかあの一律とか、公立かそうそう、公立とかの学校とかでも普通にいわゆるネイティブの先生っていうか補佐みたいな人を英語の授業にちょっと入れたりとかするのが結構普通になってると思うので、あとね、授業の内容も本当に受験英語だけじゃなくて、このスピーキングとかの練習とかをしたりとか、対話ですよね。多分こう2人組とかになってちょっとした会話を練習してみるとかね、多分そういう、授業の内容って変化してきてて、ネイティブの人とも喋る機会とか、本物の発音とかね、そういうのに触れる機会とかがあるっていうことで、だから普通に英語力はきっと私たちの時代よりも上がってるんだろうなって思ってたんですよ。だから上がってるどころか下がってるっていうのを見て、ちょっとなんでって思ったっていう話なんですけども、なんでなんでしょうね。まあ横ばいだったらまだわかるんですけど、なんで下がっちゃってるんでしょうね。だからあれかな、やっぱこの学校教育っていうのが本当に面白くないというかね、授業がね面白くないし、興味も持てないっていう内容っていうのは昔と変わらないのかな。もしかしたらそれ昔よりもこの受験とかいう要素がもしかしたら強く現れてて、知らんけどどうなんだろう、昔に比べて今の子の方が受験とかそういうの大変なのかな。なんかそれで英語をね面白いからもっと身につけたいなとかいう、そういうのが減っちゃったのかな。どうなんですかね。もしくはその外国人の人とかと会う機会、なんだ、そのアシスタントティーチャー的な感じで普通に学校にね外国の人がいて、ちょっと外国の人と触れ合う機会があったりとかして、この英語に興味を持って、わあすごい英語面白いなとか、やってみたいなとか、将来ちょっと英語を使うなんちゃらがしたいなとか、そういうふうに思った一部の子だけが頑張るとかね、そういう感じでこの全体的にこの英語の授業がすごく興味を持たれるような内容的にはね、カリキュラム的な内容的にはそういうものにはなってないっていうことなんかなーなんて思ったりとかしました。ちょっと知らんけどね、勝手にそう思ったって感じです。だからね、最近の子はきっと私たちの時代よりも普通に高校を出ただけで少しは英語が前よりもちょっとは数パーセントぐらいは私たちよりもできるようになってんのかなって思ってたんですけども、そうでもないんだなって思いました。確かに最近のこの高校3年生の子とかでも、ちょこっとやってた私もねここ数年でね短期のちょっと時間もちょっとだけの
バイトとかやった時高校生の子に会ったりとか一緒にバイトしてたりとか、あとはスポーツジムでも高校生の子がいたりとかするんですけども、稀にこの外国人とかがに出会った時とかね、高校生全く英語ができなかった感じですもんね。まあもちろん全員が全員じゃないんでしょうけど、ただやっぱり基本的にはどの子も私が見た限りですけど英語全然できなそうでしたね。だからたまたまできない子なのかなと申し訳ないけど思ってたけど、多分全体的に昔と変わらず高校生とかになっても全然英語は喋れないっていう教育の授業の内容的には残念ながら変わってないんだと思って、なんかせっかくねそこにお金とかをかけたのに、かけてるんでしょうけどもったいないなっていうふうに思ったりとかしたっていう話と、あとちょっとね残念だなって思ったりしましたね。結局は個人の頑張りでしか英語は喋れるようにはならないんだなと。あとはね親が子どもの頃から英会話系の習い事をさせたりとか、そういうインターナショナルスクールに通わせたりとか、そういう一部のその親の子供の頃時代のなんていうの、この幼児教育みたいのから英語を始めたとか、そういう人以外はあれなんでしょうね。ただねこのちっちゃい子の時代に英語ちょっとやってもね、中学ぐらいにはもう忘れちゃってるとか、そういうのも続けなければね多分そういうのってあると思うんですけどね。そんな感じで英語能力ランキングが下がってたのにびっくりしたっていうことです。そういう記事が出てたんでね、内容的にはね、ネガティブな内容と言えるとは思うんですけども、逆に考えたらなんですけども、日本っていうのがいかに日本っていう国一つで全てが完結できる完全なる国なのかっていうのがよくわかりますよね。すごく幸せなことだなとも思っちゃいました。だってさ、英語なんか全然できなくったってさ、全然生きていけるじゃないですか。だってさ、日本って何でもあるじゃん。例えばさ、この他の国とかだとさ、英語が喋れなかったら例えば自分の国の中にちゃんとした大学がないとかさ、そういう感じできちんとした教育とかを受けるには英語が喋れないともうそういうものがないとかさ、そういうなんだろう、分かりやすく今大学って言っちゃったけど、何か情報を得るためのこのこの情報本とかその有識者とかそういうのが私たちは日本語とか日本人で全部完璧に賄える、完璧にって言っていいのかな、賄えるじゃないですか。もう日本の中で全てができる状態なんですけれども、おそらくね他の国とかだとね英語ができないとなんか本当に何もできないというか、それは言い過ぎかな、そういうのはきっとあるんだろうなと思います。だからそういう意味では、やっぱ日本ってすごい国なんだろうなっていうふうに、もう日本語だけで全然完璧に全てのものが揃って、日本国という日本という島国内だけで十分生きていけてっていうね、そんな感じですね。やっぱ日本はいいとこだなってなんかこの記事を見てね、このネガティブな内容ではあるけども、ちょっとポジティブな部分もちょっと感じちゃったりとかしましたね。あとは多分こういう記事を見てね、最近はね英語の翻訳のこの AI とかがすごいどんどん発達してるから、そもそも自分で英語なんかできなくたって全然大丈夫だし、別になんかそこに労力をかけるぐらいだったら違うことやって英訳ソフトとかね、その AI とかになんかやってもらえばいいじゃんくらいにね思ったりとか、そういう意見とかも出てくるかとは思うんですけれども、
そういう意味ではね、これからの時代はそうやって AI とか翻訳のね、このなんていうんだろう、質がすごいやっぱ、AI 系の翻訳が上がってると思うんで、そういう意味ではこれからを生きる人はとても恵まれているというかラッキーだなと思いますね。英語なんか自分で勉強しなくてもね、そこそこ情報とかは取れるし、ネットの記事とかもね、海外のやつとかもね、翻訳とかね全部できますもんね。変な翻訳にはなったりとかしますけど、多分ね昔よりそのレベルがだいぶ上がってきてるので、そういう意味ではもういろいろ楽しいですよね。いいなっていうふうに思いましたちょっと羨ましい。ただね、自分もね、まだアラフィフ世代なんでね、まだこれから何十年も生きるっていうことを考えればね、そのどんどん便利になる AI とかね、そういう時代のそういう技術というかね、そういうのを享受できるなと思うとちょっと嬉しいなっていうふうには思いますね。ただね、やっぱり英語とかねできた方が映画とか見てて、やっぱり字幕で映画とか見るけども、やっぱ言ってる英語の内容が分かった方が断然楽しいと思いますし、あとは単純にね、旅行に行った時とかね、その現地の人とちょっとコミュニケーションとか、別にペラッペラじゃなくてもね、ちょっとコミュニケーションができたりとか、自分でいろんなことがいろいろいけたりとか、あとは英語が少し分かったおかげで、なんか分からないよりもいい体験ができたとか、いい情報をキャッチできたとか、ちょっとした会話、知らない人と出会えてちょっと話したことがすごく嬉しかったとか、そういうのがあると思うので、やっぱね、そういう意味ではできるに越したことはないというか、なんだろう、この喜びの感情を感じる機会は増えるなっていうふうには思いました。そうそう、そんな感じで今回はそういうネットの記事を見て思ったっていう感じですね。はい。結構ここ最近の動画でね、私がよく最近疲れててとか、ぐったりしちゃって疲れててみたいなことをね、よくねそういうことをねよく言ってたと思うんですけど、本当にね覇気がないことばっかり言ってすいませんって感じなんですけどね。何お前疲れてるんだっていう風に思うと思うんですけれども、何せ無職でただ息してるだけなんでね、お前疲れることねえだろっていう感じなんですけど、働いてないんですよ。仕事をしてないんですよ。で、仕事はしてないんですが、ずっと何かこうネットとかでね、調べ物とかを永遠にしてるんですよね。なんだそれっていう感じなんですけど、もうそういう生活が半年くらい経ってて、で最近疲れたって言ってたのはね、それをやり続けるのが結構疲れるんで疲れたってことです。だから仕事はしてないけど、その自分がやってるタスクっていう言い方をしてましたけど、そのタスクをやり続けているのがものすごく疲れるので、その疲れが溜まってもうね疲れてしまったっていう感じですね。で、完全なる無職なんですよ。本当に1円も働いてなくて収入を得てなくて、それでなんですけれども、当分ねこの働く気がさらにないんですよ間違いなく今年いっぱいは働かないと思います。多分来年の春ぐらいまではこのまま行っちゃうんじゃないかなって思うんですけれども、でお前一体何やってんだっていう話なんですけども、それはですね、あんまり言いたくなかったんですけど、仕事はしてないんですけども、どうにか仕事ができないだろうかっていうことを調べてたんですね何を言ってんだお前はっていう感じだと思うんですけども、要はですね、
私もともとあんまり会社に所属して、要は雇用されてそこで働くっていうのがちょっと嫌だなって思ってたんですよ。嫌っていうか、嫌って言ったら語弊があるな。それをちょっと経験としてやってみたいっていうのもあったんですけれども、だからその前職とかだとね、この東京の大企業のオフィスで大きい会社で働いてみたいみたいなね、そういうのがあったんで、その仕事を一回やってみたっていう感じなんですけども、もうそれは十分もうしっかりできてしっかりできてて満足できたんで、もうそれはいいんですけども、で雇われずに自分でどうにかお金を自分だけで生み出せないかなっていうか、稼げないかなって思ってて、それをねずっと調べてたんですよね。本当に広範囲な意味で本当調べてたっていうかね。で毎日多分少ない日で6時間、長い日だと10時間ぐらいそれをずっと調べてたんですよね。だから平均8時間ぐらいは、普通の会社員ぐらいの時間はそういうことやってて、で特に土日とかないわけなので休みなくそれをずっと続けてたんで、かなり疲れちゃったんですよね。でも自分としてはこの仕事という収入を得るための活動をしているわけではないので、仕事をしていないにもかかわらずこんなにこう疲れてダウンしてしまうことにちょっと罪悪感を感じてたんですよね。で10月の下旬かな、違うな、10月の上旬に1回結構もうぐったり疲れてしまって、ちょっとやばいっていうぐらい疲れて、で2日間ぐらいちょっと緩く休んで、休んでっていうか、緩くそれをタスクをやって、ちょっと半休みたいな感じで2日間くらい休んで、でまた普通にやりだして、でそれでまたそこから少しある程度ここまでこれをやろうみたいな感じで結構自分の中である程度決めて、それを結構無理にしてまた疲れちゃって、で11月今月の上旬ぐらいにまたぐったり疲れちゃって、でちょっとこのままいくと本当にこの慢性疲労がそのままやばい感じになるとか思ったんで、ちょっとここ1週間ぐらいはね本当にやりたいなと思ってもやってはいけないみたいな感じで、結構積極的に何もしてないっていう感じで過ごしてて、だから慢性の肩こりとかも少しだけ良くなってきて、慢性すぎたんで1週間ぐらいちょっと休んだぐらいじゃ全然治んなかったんですけど、とにかくそんな感じでいたんですけども、それとなんですけどその先月のね10月の頭に1回目に疲れ切っちゃった時にですね、ちょっとその時に少し舵を切ってというか、少しお金を稼ぐアクションをトライアンドエラーの中でのトライをまたしたんですよね。結構根詰めてというか気合い入れてそれでなんやかんやで結果として多分先月はですね7万ぐらい収入を得ることができました。なので初の収入ですよね。このタスクを始めてトライアンドエラーで初めて1回収入が得られたと。ただね、ものすごい結構力技というかすごい疲れてしまったんですよね。でぐたりとして、でその後今月またいろいろ自分の中でここまでは絶対にこうしてやろうみたいなのを決めてやって、今月もねちょっと分かんないけど多分少し収入が得れると思います。ただちょっともうこれはやめようって思ったんですよちょっとね
これは体力的に何て言うんだろう、結構無理してというかね、力技でどうにかしたっていう感がすごく強くて、これはね続けられるもんじゃねえわみたいな。だからこれをどんどんこう少しずつ収入を上げていくっていうのは、できなくはないかもしれないけど、ちょっとねこのやり方考えた方がいいって思ったんで、また一旦ゼロ白紙に戻してっていうのを決めたので、なので来月はまた収入がきっとゼロになるだろうなっていうふうに思います。ちょっとねまたいろいろ考えて、いろいろまた新たな違うトライをねやってみようと思ってるんですけど、そうそうなのでちょっとしたご報告だったんですけれども、私はずっとこう無職の生活をしてましたけど、まあねこっちに引っ越してきて4年弱ですけれども、最初の14ヶ月は完全に寝てた生活、そこからねちょっとずつ回復してきて、短期の派遣とかね、短期のバイトとかね、ちょっとずつやってまた数ヶ月休んでみたいな繰り返しでしたけども、もうね今年のね春ぐらいからねちょっと自分でどうにか稼げる方法を模索しようと心に決めて、だからなんだろう、アルバイトとかね派遣の仕事とか、そうやって人に雇ってもらう仕事ではなくて、なんかこう自分でどうにかできないかなっていうのをこう学ぶって言ったらちょっと大げさかもしれないんですけど、いろいろ調べてトライアンドエラーでやるっていうねことをやってました。で、それをなんでそういうことをねタスクっていうふわっとした言い方でここのね私の動画で言わなかったかというと、きっとね親切なご意見、親切なアドバイスっていうのをきっといただくことになると思うので、ちょっとねその情報を入れてしまうとちょっと決意がね揺るぐというかね揺らぐというかね、絶対こうそういうのが出てきてしまうと思うので、ちょっとそれは言わずにおこうと思って言ってなかったっていう感じです。で、今回ね逆になんでこの、ちょっとだけ稼げましたっていう報告をしたかっていうと、その内容を言うのは良くないと思うんですよ。さっきの理由でいろんな親切なアドバイスを受けてしまうから。だけど内容は言わずに大まかなこういうことをしててこうですっていうね、言うなれば今回はほんのちょっとだけ成功したわけじゃないですか。なのでそういうことをしっかりここで言っておくことによって、対峙を断つというか、なんていうのかな、自分にプレッシャーをかけるというか、そういう感じにしておきたかったので、そんな、私のチャンネルもねそんなに大きいチャンネルじゃないので、そんなに大人数の人が見てくれてるわけじゃないですけども、それでもねそこそこの人数の方が聞いてくださってるかと思うんで、一応ねこういうのをね報告しといて、この後ね自分が大失敗する可能性もあるし、今回はいわゆるラッキーパンチで何万円か稼げたけれども、この後全く1円も稼げないっていう可能性も本当にマジであるんで、そしたらねそのまま私の貯金額がもうチャリーンとゼロになって積んじゃうっていうねことになると思うんですけれども、そういうねこう失敗になることとかね、もう本当に
人生積む状態になることもこともあるっていうことをね隠しておくと、それは守りに入ってることになるので、ちょっと言うとこうかなと思って結構大博打なところはありますけど、博打なりに最大限一応頑張ってますので。ただねちょっとね体調がねやっぱりねちょっと慢性疲労でね、少しやっぱ体調がなかなかね戻りきらなくて、それが困っててちょっとあれなんですけども、まあねあとね先月7万稼げたって言ってもね、私普通に生きてて14万くらい毎月出てちゃってるんですよね。生活費の動画ではちょっと言ってない出費とかも実はあって、なのでそうやって毎月ちょっとずつ減ってってるので、全然7万稼いだとしても、もちろんね減るスピードが全然毎月稼げればですけど、減るスピードが減るんで全然違うんですけど、だからねこれはある意味ね私のゲームでもありますね。私の貯蓄が尽きる前にその月々ね14万円くらい稼げるようになれれば、とりあえずはゲームオーバーを免れるというかとりあえずは目標はそこですね。月に14万円プラマイゼロ、貯金はもちろんね1円も1円もって言ったらちょっとあれですけど、全然残らないレベルですけれども、要は毎月この出ていってるお金と同じ金額を稼げるようになるっていうのが本当に大きい目標ですね。14万円、ちょっと本当にものすごく途方もない遠い道に感じるんですけれども、またね今回は先月は7万円、今月もねもうちょっといくらになるか分かんないですけど、でももうちょっとね休憩に今週とかね頑張れてないんで、なかなかね今月はちょっと厳しい戦いになるというか、もう次のトライを考えてるんで、もうねゼロに近い内容かなっていうふうに思うんですけど、そんな感じでねやっていこうかなっていうふうに思ってますね貯金のね切り崩しで生きてて、その切り崩しもねちょっと計算するのが恐ろしいし、大体の自分でもねリミット分かってるんですよ。結構リミットが近づいてきてるのも分かってるんですけど、その前にねどうにか私の生活費と同じくらい、それ以上収入を得られるように頑張ってみようと思ってます。でそれで頑張っても全然収入が得られなくてっていう可能性めちゃめちゃあると思うんですけど、そうなってしまった場合はまたその時考えようというか、本当のゼロの0円になる前にねあと2ヶ月ぐらい生きれるとかね、それくらいの状態でさすがにねちょっとねどうにかしなきゃみたいな感じで考えようと思ってるんですけども、そんな感じでございますもちろんねこの今リアルなこの友達とかね親友と呼べる友達とかにもね一切言ってない内容なので、本当に一人で私しか知らないっていう感じでやってますので、でもちろんねなんだろう変な内容とかじゃないですよ。全然まっとうなことですね。まっとうなことで、できたらこれは自己満ですけれども、どちらかというと人に喜ばれる内容でっていうふうに思ってますので、もちろん合法でちゃんとした内容っていうことですので、はい、
そんな感じで最初の1年、正確には14ヶ月は本当に寝てるだけだったところから、徐々にメンタル的にもね元気になってきて、もうすぐ4年になるわけですけども、3年と数ヶ月ですけども、ちょっとずつ今度は自分でしっかり収入が得られるようにっていうところにベクトルを向けられているっていうところまで、私はなんていうかエネルギーが戻ってきているっていうことは自分でも嬉しく思うし、ただね、無理しすぎずにね、このうまくメンタルのバランスとかを考えながらね、生きていこうかなと思ってますね。はい、そんな感じで、今回はちょっとしたご報告でしたね。だからサムネイルとかもね、ご報告ってちょっと入れてみたかったんですけど、よくさ YouTube とかであるじゃないですか、ご報告みたいな。ちょっと YouTuber っぽくてちょっとやってみたいなと思ったんですけど、なんかでそのご報告っていうのが結構釣りのサムネだみたいなのを見ちゃって、これって釣りなのかと思ってそうご報告って入れたら釣りだと思われるのが嫌だなと思ったので、今回は違う文言のサムネイルになると思います。でもね、内容的にはちょっとねご報告でございました。ということで、皆さん健康には気をつけましょう。私も私のできる範囲で、健康には気をつけるし、私は私のレベルで私の人生を頑張りたいと思います。それではまた。